はい、皆さんこんにちは。今回は11月13日に発売された2つのアイテム手に入れましたのでご紹介していきたいと思います。これね、気になっていたんですよ。2段低摩擦プラローラーの 13-13mm のブラック、そして 13-19mm ローラー用 FRP マルチ補強プレート。まあね、こっちですよね。こっちがね、すごい気になっていました。これに関しては、あったらね、便利かなっていうところで、とりあえずね、買っておきました。でね、この2つのアイテム、どっちもね、通常品番なんですよ。ということでね、2つを開封して見ていきたいと思います。まずはね、こっちからですね。13-19mm ローラー用の FRP マルチ補強プレート。これはね、もうカーボンでね、元々あるプレートの FRP バージョンですね。だからね、特にね、説明することもないです。必要な方は買っていただければなと思います。ただね、FRP でマシン作ってる時に、これあるとね、いいなって思うことがたびたびあったので、あるとね、便利ですよね。で、お値段の方が240円。2枚入りで240円ですね。1枚だから120円。とりあえずね、開けてみたいと思います。こちら、説明書ですね。取り付け方が書いてあったり、ここ、ローラーの大きさによって取り付ける場所が違うので書かれています。こんな感じですね。あとは、ビスとかナット類が入った小袋と、マルチ補強プレート2枚です。せっかくなんで、このカーボンと比較、重さぐらいですかね。強度面も一応見てみますか。同じぐらいの力で曲げてみると、これが FRP。こちらがカーボン。やっぱりカーボンの方が硬いですね。それで重さの方が、こちらカーボン 1.59g。そして今回発売された FRP の方 1.91g。だいたい 0.3g から 4g ぐらい違いますね。1枚でね、これぐらいの違いだと全部 FRP とカーボンでマシン作るとトータルの重量はだいぶ変わってきそうですね。こちらがね、本当にね、気になっていて、発表されてから発売されるのが待ち遠しかったんですけれども、2段低摩擦プラローラーの 13-13mm のブラック。またね、ブラックで出てくれるのいいですよね。湯飲みスタビもブラックで出たじゃないですか。あれもいつでも買えるから本当にね、あんまりね、在庫抱えなくて良くなったのもありがたいですね。まずは開けてみます。こちらが説明書ですね。通常の取り付け方はこんな感じ。このローラーのね、いいところはここですよね。520ボールベアリングが入るんですよ。そして、細々したパーツが入っている小袋なんですが、ダミアのこのスパナと真鍮パイプも入ってるんですよ。これ AO パーツで買っても結構な値段するのでありがたいですよね。そしてローラーとポム製のベアリングですね。これもね、また形が専用の形になっているので、いろいろ使えそうですよね。入っているものはね、これだけなんですが、値段安いですよね。220円。この辺もね、ありがたいところかなと思います。安くていつでも手に入る。もうね、最高ですよね。あとはね、使えるかどうか。とりあえずね、ランナーから切り取っていきたいと思います。はい、切り取りました。どうしてもね、ローラーとフェンスが当たるこの側面、ランナーでこういう風にね、接合されているので、この切ったところは、多少バリが出ちゃいますよね。で、13、13なんで、どっちもね、コースのフェンスに当たると思うと、このバリはね、よろしくないと思うので、ローラーの側面を削って、加工の方はね、必須になってくるのかなと思います。ローラー径を測ってみると、ちょっとバリのところを避けて、12.9192 あたりですね。もう一個の方も、こっちは 13mm ジャスト。ちょっと測り方によっても
結構ね、ツルツル滑るんですよ。このノギスで測ろうとすると。12.98。まあ、だいたい13ミリぐらいですね。で、これが普通のアルミの軽量2段ローラー。形はこんな感じで。まあ、一緒ですよね。ちょっと違うっちゃ違う。この真ん中のところ、ここの部分の太さとか、この段になっているところの太さがパッと見は違いますね。このアルミのやつも測ってみると、こんな感じ。12.86、13ミリないぐらいですね。あとは比較するところ、重さ。まあ、プラスチックの方がね、軽いとは思うんですが、アルミの方、1.12g。そして、今回出たプラのやつ、0.65g。半分とはいかないですが、かなりね、重さは違ってきました。それ以外で言うと、このベアリングが入るところ、ここの内径とかの違いも見てみますか。5.03。今回出たプラのやつがですね。こっちも 5.03。一緒ですね。ということは、520ベアリングを入れても、型付きっていうのはどちらも変わらないのかなと思います。あとはね、実際に組み付けてみて、どうなるのか、その辺もチェックしていきたいと思います。まずはね、普通に、このポムのね、ペアリング入れて、どうなるのか、見てみたいと思います。まあ、せっかくなんでね、FRP のプレート、これに取り付けていこうと思います。はい、取り付けました。ポムの付属してあるベアリングですね。周りはね、こんな感じ。まあ、回りますね。脱脂してないベアリングとかよりは回るかなと思います。肩はね、まあ、この縦は結構ありますね。横はそこまでないかな。ちょっとガタガタするなぐらいはあります。520ベアリング入れてみますか。はい、新品の脱脂しただけの520ベアリングを入れてみました。こんな感じですね。まあ普通に回りますね。ちょっと止まり方がクッて止まるんで、これはね、ベアリングのせいかなと思うんですよ。出方の方が、520ベアリングの方が少ないですね。上に行くこのガタ、これはね、あんま変わらないです。ここ、ちょうど隙間があって、この分、動きます。そこでね、気になるのが、多分このポムの520ベアリング、これちょっとちっちゃいんじゃないのかなって思うんですよね、径が。4.81。普通の520ベアリングが 4.96。0.15 変わるんで、この分ガタがやっぱり少なくなるといった感じですね。あとはね、せっかくなんでアルミの方をね、こっち側、ポムのやつはね、とりあえず取って、違いを見てみたいと思います。はい、取り付けが終わりました。こっちがアルミのやつ。まあ普通にいい感じに回りますよね。こっちが今回発売されたテーマサツのプラのものですね。まああんまり変わんないですね。ガタもさっき内径測ったんで、そこまでやっぱ違いは出ないですね。横のガタはほぼ一緒です。縦のガタはやっぱりプラの方が縦のこのガタっていうのは多い気がするんですよね。アルミがこれぐらい、プラがこれぐらい、こんな感じになっています。はい、ということで今回は11月13日に発売された FRP マルチ補強プレート 13-19mm ローラー用のものと2段テーマサツプラローラーセットの 13-13mm。なんすかね、11月13日だから13mm縛りできたんですかね。ちょっと今そんな風に思ったんですが、とりあえずね、ずっと気になっていたこちらのローラーいろいろ見てみました。
今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。11月のね、アイテムね、この2つのみっぽいんですよね。あとは12月。12月もね、またね、いいアイテム出てきますよね。キットの方、かっこいいのが3つ。警報キャンボー。そして再販されるサニーシャトルのプレミアムと、ジョリージョーカーのプレミアム。このあたりがね、12月11日。というよりもね、12月11日の発売アイテムしか載ってないですね。それ以外は、ロードスピリットのボディパーツセット、ナイトネオンカラーエディション、そしてミニ四駆のベアリングオイル、タミヤさんからようやくベアリングオイルの方が発売されます。これで結構ベアリングオイルっていうのも買いやすくなるんじゃないですかね、ミニ四駆用の。さらに、オーバルホームサーキと立体レーンチェンジ、トライロング&カッパーファングのキット付きのものが12月11日発売されます。こちらは2レーンですね。まあ間違いなくね、クリスマス商戦ですよね、この辺は。12月11日。この後、12月18日を経てクリスマス、12月25日となっていくので、まあ、この辺りでお子様だったり旦那様、ミニ四駆をやっている方のプレゼントにこういったね、新アイテムをプレゼントするっていうのもいかがでしょうか。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。